映画にとって一番大事なのは最初に発想すること、ね、それを普通は想像力っていうふうに呼びますね。イマジネーション。ただ割と最近で言われているようになんかアイディアとかね、何かがひらめくとか、から上から神様が降ってくるとか、そういう言い方をする人が結構いっぱいいて、それが割とね誤解を招いていると思うので、その話からしたいと思います。こういうことですね。こういうこと。自分の頭の中じゃなくて外側から誰かがささやく。芸術の神様がささやく。これは僕がね最近学者さんたちとお話した時に特に IT とかから AI とかやってる学者さんたちが大体どういう時に何かアイデアを思いつくかっていうね。アイデアを思いつくきっかけって何ですかっていう話をするときに割とねみんな同じこと言ったんですよ。でよく言われてるのはシャワー浴びてる時とかね、お風呂入ってる時とかに突然なんかひらめくっていうね、それ全部嘘です。そういうことはありません。で何か思いつく時って自分の頭の中で何が起こってるかっていうね、そういう話をうまくしたい。自分の頭の中には、例えば本棚があります。この本棚って何だっていうとね、これは要するに記憶が詰まってるわけね。記憶とか知識とか。で、これはここにあるだけでこれだけのものなんですよ。ところが、何かを見る。何かを見たときに、この何かとこれとを関連付けるっていうね。これ検索するってことなんですよ。コンピューターが検索するように、僕らがコンピューターを使って検索するように、自分の頭の中を検索する。そのきっかけとして何が必要かといったら、対象が必要なんだよね。人間っていうのは対象なしにはものを考えられない。ね、意識っていうのは対象があって初めて出てくるものだから、何か対象を見ることで自分の頭の中の知識をこれ検索する。関連付けていく。これがアイデアを生むってことの基本なんですよ。ね。で、おそらく頭の中の本棚には、何百億というふうな知識とか記憶が入っている。で、これを本棚に例えるとですね、なぜかっていうと、これはバラバラにあるわけじゃなくて結構整理されてる。で、それぞれ個人の中で整理の仕方が違うわけだよね。で、僕の場合はこの本棚っていうのは、現実の本棚もそうなんだけども、自分のジャンルで分けている。例えば科学とか、から物理とかね、生物とか文学とか芸術とかで分けてるわけではない。で、どういうふうにジャンル分けするか。僕の頭の中では、大体3つに分かれてる。鳥と犬と魚に分けてます。これあらゆるいろいろなんて言うんだろう、本だけじゃなくて、知識だけでもなくて、写真とか映像とかね、全部これ大体3つに分けてます。で、何か連想するときに、考えるときに、ね、どれに入るかなっていうふうに考えるんですね。で、実際の本棚も大体こんな感じで分けてます。で、鳥っていうのは、神様のことだったり、宗教のことだったり、そういうジャンルになります。犬っていうのは、要するに現実とか政治とかね、ポリティクス。あと歴史なんかも入りますね。で、魚っていうのは無意識のことです。自分の頭の中の整理できない部分、それを魚と呼んでます。で、この3つに分けたものと、これが瞬間的に、要するになんていうと、連想されるわけですね。これから何が思い浮かべるかっていうやつ。
これ今リンゴみたいになったけど、これが例えば、ね、電信柱でも構わない。これ当たり前なんだけど、電信柱はいくら眺めても電信柱にしかならないね。この電信柱を眺めたときに何を考えるのかって、ね、これ連想するっていうんですけど、要するに物を考えるっていうのは、物と思いがペアになったときに物を考えるって行為が成立するわけ。でこれをね、大体みんな忘れちゃうんですよね。物を考えるって自分の中だけで考えてると思ってる。で物を考えるには必ずこれが必要なんです。何でも構わない。ね、電信柱でも構わないけども、これが本でもいいし、映画でも、これ写真でも構わない。ね、具体的な誰かでも構わない。でこれ見たときにさ、何を連想するかなんですよ。ここから先が映画監督っていう人間と普通の人間の違うところなんです。例えば電信柱を眺めたときに、これを見るんじゃなくて、この伸びてる線、これから何を考えるかっていう、ここから世界に広がっているネットワークみたいなものを連想するっていう。ここにもしかしたら犬がいるかもしれない。で、この犬がいるけども、犬がいるってことは人間がいるかもしれない。そうするとここからさ、電信柱から物語が生まれてくるわけだよね。でもしかしたらこれがその背景が、これが背景だったらどうだろうか、核戦争後の背景だったら何が見えるだろうかっていうね、どんどん膨らんでいく。その度にこれが繰り返される。これはここから出てきてる。見てるのはこれだけでも、それ以外のものはここから出て引用されてるわけだよね。こうやって引用を増やしていって一つの世界を作っていく。でこれはきっかけに過ぎない。でもきっかけに過ぎないんだけれども、ここからしか何も始まらない。でこのことがとても大事なんです。で普通は電信柱からいきなり一本の映画を考える人はめったにいないです。ね、その代わり何があるかって言ったら、別の映画だったり、ね、自分が作るように先行してる映画だったり、小説だったり、ね、具体的な作品と呼ばれているものですね。ね、映画でもいいわけ。ね、これがこの人なわけだよね。あと本でもいいわけ。ね、アイデアとかイマジネーションの対象物っていうのは、ね、誰か別の人の作品でも構わない。ものだけじゃない。オブジェクトだけじゃなくて人の作品でも構わない。で映画の場合はおおむねこのどっちかなんですよ。なぜかってさ、それは電信柱から映画を考えるのはとても大変。ね、でそこまで他人の作品から自分の作品を考え出すって、ね、他人の作品から自分の作品を作り出すっていう時に一番これがなぜいいかっていうのは、要するに早いんだよね。で経済的なの。ある程度形ができてるから。で自分のブックシェルフとね、本棚と比較しやすい。だからこの過程がすごく圧縮できるわけだよね。だから他人の作品、もうすでに世の中にある作品を対象物に選ぶと、ね、非常に省力化できる。だからみんなこれやりたがる。で小説書く人も小説を読むわけだよね。で映画作る人間も当然人の映画見るわけで、すると自分とのさ、その差分っていうのが分かりやすいわけだよね。で検索するっていうその過程でいわばそのワード、並べるワードがさ圧縮できるわけ。無制限じゃなくなるから。この過程が高速化する、省力化できる。だから映画監督っていうのは大体人の映画とか人が書いた小説とかそういったものから自分の映画を考えるっていうね。別に監督だけじゃなくてこれプロデューサーも同じことやってる。だから監督の場合はプロデューサーに比べて、ね、いわゆるイメージ的な情報、画像とか映像とかそういったものと参照するってことが習慣化されてる。まずだから物語がどうかってことよりも、どういうふうな映画なのかとかね、映像なのかってことからまずものを考えようとする。その違いはあるかもしれない。
やってることは同じなんだよね。でこれをさコンピューターで考えるとすぐ分かる。ね、キーになる対象物、ワードでもいいんだけど、それと膨大なデータを参照して高速で比較して検索するんです。その過程をさ恐ろしい高速度でやってるわけだよね。瞬間的に何百億ってデータと照合するんです。人間の頭も実は同じことやってる。人間の頭ってだから恐ろしいことやってるわけだよね。それ今に始まったわけじゃなくてコンピューターがなかった時代でも同じ。もしかしたらだから洞窟に住んでた原始人だってこれと同じことやってるわけだよね。壁に動物の絵描いたりするわけじゃない。洞窟に自分の獲物の絵を描いたりするってさ、現実の獲物があって、ね、絵に描かれた、動物がいてっていうさ、それをさ区別しないわけだよね。そういう人間の頭の仕組みっていうのが想像力っていう。これが想像力の正体です。漫然とさ目つむってうなってても何も出てこない。対象物が必要なの。世界を見る。自分以外の外側を見る。それが本だったり物だったり何でも構わない。そっからこれが生まれる。一人で物を考えているように見えても実は外側の世界と自分の頭の中を往復してものを考えている。で問題なのはだから頭に詰め込んだ頭の本棚に入っている中身いかにたくさん増やすかっていう。だから映画監督っていうのは世界中のことを知ってなきゃいけない。映画だけじゃなくて本も読む、新聞も読む、いろんな人間と付き合う、何にでも興味を持つ。それは何かしたら本棚の中身増やそうとしてるね。映画ばっか見ててもダメ、本ばっかり見ててもダメ、いろんな人間と会ったりすることも大事。旅行したりとかね、世界中を眺めるっていうさ。でこれは監督だからそうなのね。もう一つ大事なのは頭の中身を増やすってことと同時に、ね、こっち側を選ぶってことなの。映画でも本でも何でもいいんだけれども何を見るのか何を読むのかってことをさ絶えず選択してる。これ効率よくするために自分の興味を持っているものだけだと偏っちゃうから何でも見るようにするってさ。でこの過程全体をこれ想像力っていうイマジネーションと呼ぶわけ。じゃあ僕の場合はどうなるかっていうとさちょっと違うのはデリュージョンって言います。で想像力と妄想とどこがどう違うのかっていう話をしたかった。これも想像力っていうのは誰でも持ってるし、ね、で特に物を考える人とか物を作る人にとって一番大事なことなんだけど、でもこれはさ作品だけじゃないよね。政治家にも必要だし、ね、軍人にも必要だし、戦争をやることにもそうだし、お金を稼ぐことも全部この想像力から生まれるさ。じゃあ妄想って何ってさ、これはね割とねこの映画に特化してるの。映画に向きなの。なぜかね、欲望とかね欲動とか破壊衝動っていうさ、ね、割と横島なんですよ。要するに想像力に比べると、ね、はるかに横島なわけ。イマジネーションと、ね、妄想の違い、ね、こういうふうにもっと人間的な欲望に基づいてます。これなぜなんだろうっていうさ、一般的な想像力じゃなくて僕はあえて妄想と呼んでます。では中身はこういうふうなものだから。でなぜなのか。映画って、ね、昔サミュエル・フラーっていう偉い監督さんがいたんですけど、多分今の人はあんまり知らないと思うんだけど、ハリウッドで青年期とかねギャング映画とかいっぱい撮った監督なんですけど、そのサミュエル・フラーっていう監督が言った言葉があるんですよ。映画の本質は何だって。映画の中身って何ですかって。サミュエル・フラーが答えたのは暴力とエロだって言ったのね。もっと端的に言うと暴力とセックスだって言った。それが映画の中身だって。確かに言われてみれば、ね、映画っていうのは特に劇映画とかさ娯楽映画と呼ばれてるものもうほとんどが大体暴力とからセックスを描いてる。
セックスって言葉は文字通りさ、その性行為ってことじゃなくて、例えば恋愛もそれに含むんだよね。恋愛とか、親子の愛とかもそれ全部一種エロティックなものなんですよ。ね、犬が大好きだっていうようなことも含めても全部いいかもしれない。でも暴力とエロチズムのこと。でこれに直結してるんですよ。だから映画の本質に合ってるの。一般的な想像力よりは僕は妄想と呼んでるものの方が映画に向いてるの。ね、その分だけ映画監督っていう人間は、ちょっと特化してるわけだよね。絶えずこれを考えてなきゃいけない。でこれをね、例えばこの妄想のテンションを上げるためにこの人はいろんなことを考えるわけ。いろんなことをやる。そのために本も読むし映画も見れるんですよ。こういう顔になるんだよね。こういう顔になるんです。これがこれなの。もともと映画っていうのは、ね、欲望の器だっていうさ、お客さんは見たいものを見に来るわけだよね。でお客さんが見たがるものの正体って何なんだろうってさ、ね、なぜお客さんは映画館に映画見に来るのかってさ、それは、ね、これだ。僕はこれだと思ってる。さっき立派なこと考えるとか、政治のこと考えるとかね、いうようなこともあるかもしれない。でもほとんどがこれなんですよ。ね、なぜ映画って愛と暴力を繰り返してきたのかって。なぜ女優って存在が必要なのかってさ、全部これに基づいてるから。でそれはね、僕ははっきりこれが映画の正体だと思っています。間違いないと思う。実際僕の頭の中で、いつも考えてることを、ね、多分頭の 80% はこれなんだよ。残りの 20% ぐらいがね、多分エロチックなものなんですよ。人によってバランスは違うのかもしれないけども。で僕の場合はそのエロチズムっていうふうなものとこれがいつもね一緒になってる。そこはもしかしたらちょっと違うかもしれない。で僕が作ってきたその映画とかアニメーションとか必ずね主人公が戦う女だったりするって、ね、いつも機関銃を振りましたようなお姉さんが主人公になってるって。なぜかってこれなんですよ。一番分かりやすいでしょ。僕はそういう意味で言えば一番映画監督らしい人間だとも言える。こういう顔してるかどうかは別として、いつも一日こういう顔してるわけじゃない。こういう顔するんで、難しそうな顔する。中身はこの本当に破壊衝動、暴力。で街歩いてても綺麗なビルがあったりする、高い建物があったりする、高層ビルがあったりするとまず大体間違う。どの角度からミサイルを撃ち込めば一番絵になるかとかね、そういうことを考える。それをそのまんまいつも自分の仕事になってるというところで、この説明終わってその後半はですね、映画をどう考えるのかって言って、ここから発想して映画をどのように考えるのかっていうことを具体的にお話したいと思います。